どうも皆さんおはこんばんちは、模擬宇宙バージョン2、めちゃくちゃ難しくて楽しいですね。キャラが揃ってる人たちはものすごく楽しんでるイメージだな。かなり難易度が高い宇宙の郊外ですが、実は模擬宇宙バージョン1と同じくやり込んでパッシブを解放すれば、そこまで無茶な難易度でもないみたいなんですよね。ということで、ひとまず繁殖の運命のアンロックという、チュートリアルを終えてきましたので、早速繁殖の運命を使っていこうと思います。このゲームの特徴として、新キャラは徹底的に接待してもらえるってのがあって、今回の宇宙の郊外は、どうも陰月と不言が接待を受けてるみたいだな。新運命として実装された繁殖の運命も、明らかに陰月と相性がいいですからね。そこでまさかの陰月と攻撃方法が似ていて、不言と使用する属性が一緒という奇跡的な合致により、静寂がスーパー接待を受けられると聞きました。麻雀娘か、貫突したら強いって動画はよく見るけども、静寂愛好チャンネルとしては、満を持して静寂を出すしかない。ということで今回の動画は、新模擬宇宙で好きなだけ麻雀を打たせてあげる動画です。静寂が強いという情報に半信半疑の人も、今回は静寂育てきった場合の参考に見てくれよな。なんじゃこりゃ。これは常人の奇跡というミッションをクリアしていくと手に入るパッシブですね。まあこういう意味不明なパッシブが山ほどあるので、このコンテンツは重課金コンテンツというよりは、時間をかけてクリアしていくやり込みコンテンツです。常人の奇跡は進めていくと、難易度3や難易度4を要求してきますが、それまでは低い難易度でクリアしても進んでいくので、右上にある進行中と書かれている奇跡を参照しつつ、最低限な難易度で何度も宇宙の郊外を遊ぶことをお勧めします。各いう私も、このチャレンジが難易度5の初挑戦。難易度5は生存補助3、アタッカー1の構成が推奨されてんだけど、お前模擬宇宙バージョン1の情報のままアップデされてないだろ。宇宙の郊外がなんでヤバいって言われてるかって、あの最強のヒーラーと謳われている羅刹でさえ、一人じゃパーティーを支えきれず、サブヒーラーや孫悟2名を要求してくるって点なんだぞ。それぐらい攻撃を苛烈にすることで、不言の撤退をする予定なんでしょうね。不言がいたら簡単に耐えられるようになった、と思わせる作戦。だが甘いぞホヨバース。今回の動画は提供動画ではない。私たちは貴様たち神の思惑には乗ってあげない。提供動画の時も言うほど乗ってたか？ということで、まずは模擬宇宙なのでバフを集めていくところからですね。そしてこの宇宙の郊外と通常の模擬宇宙の最大の違いは、次に進むステージを、スゴロクのマスのような盤面から選択していくところ。普通の模擬宇宙と違って、何がこの先待ち受けているのかとか、どの程度の時間をかけてクリアしていくのかを自分で選べるんだよな。ステージの最後で一見サイコロってのを振って、特殊な効果が発動するので、その効果や盤面のマス、そして残された攻略時間を吟味しつつ進んでいきます。攻略時間というか、移動可能なマスの残り数だな。そのカウントダウンが0を下回ると、敵がどんどん強化されていく。マジで敵が強すぎて手をつけられなくなるので、そうなる前にステージ3のラスボスまでたどり着かなくてはダメ。カウントダウンの限り探索してもよし、多少の強化は無視してオーバーしてもよし、特に新しい祝福の繁殖は、このスボーム関連のマスでしか手に入りませんしね。繁殖は通常攻撃を強化する祝福か。だから新しいキャラの陰月は相性がいいんだな。スキルを発動して相手に攻撃しなければ、さらにボーナスが発生する祝福もあるので、何度もスキルを空打ちして通常攻撃を強化する、陰月や静寂はめちゃくちゃ相性がいい祝福なんです。ジンは一度スキルを使うと3ターン効果が継続するから、相性の良さは陰月ほどではないと。その点静寂は、陰月以上にスキルを空打ちする可能性がありますからね。ですが繁殖の運命ならそれでも大丈夫。この宇宙でなら静寂は無限に麻雀を楽しめるんです。まだほとんどバフ手に入ってないのに、強化通常27万ダメージ、追加攻撃17万ダメージ入ってる。静寂のビルドに関しては、いつも通り動画の最後で紹介します。さてさて、続きを攻略していきましょう。だけどこれ繁殖の運命が強いってのはわかるんだけど、このペースで進めていたら祝福が集まらなくないか？実は繁殖にはとんでもないチートサイコロ効果があって、それを利用することで、これまたとんでもないことが起こるんですよね。第2ステージで使う予定なので、もうしばらくこの地味な祝福集めにお付き合いください。そういえば、宇宙の郊外の高難易度は途中の中ボスのヤバいこともさることながら、今までの中ボスクラスの敵が、精鋭として道中で出てくるんだよな。難易度4以上の強化した精鋭戦闘は、舐めてかかるとマジで死にかけますね。これは難易度5の未強化精鋭戦ですが、それでもかなり攻撃力が高くて、耐久が貧弱なアタッカーや、低運なんかはコロッとやられます。今までほとんど倒されることのなかった羅刹でさえ、油断してると連続にパンチで落とされることもしばしば。陰月なんかも火力はすごいけど、耐久が脆いから倒されたって人も多そうだよな。その点でクラーラやジンなどの高耐久アタッカーの評価が上がってるって話も聞きます。実際私も他のメンバーが全滅したのに、ジン短期で無理や
やりクリアしたステージが何度もありますし。お前の陣は本当に死なないな。いやいや、あのゾンビのような陣でさえかなり追い込まれることが多くてヒヤヒヤします。それぐらい難易度4以上は敵の火力がおかしいので、生存補助3積みが推奨されてるんでしょうね。なのにお前と来たら、耐久貧弱な星4知恵の静寂に、バッファーに目つけて攻略するなんて。私はね、でかいダメージが好きなんですよ。むしろビッグダメージのみを愛していると言っても過言ではない。静寂のこの見た目と性格から、あのビッグダメージが飛び出す快感、それをみんなにも知ってほしくて、定期的にツイッチの配信で静寂を擦りまくってます。静寂が強いってのは結構有名な話だよな。まあ私は声と見た目が好きで初期からずっと使ってますが、限界突破が進んで4突評価で始めた頃からは、静寂の世間での評価が爆上がり、推してた地下アイドルがメジャーデビューした時の気持ちって、こんな感じなのかなと寂しいやら嬉しいやらといった気持ちを味わいました。何の話してんの？とまあサクッと精鋭戦闘もクリア。次は第1の中ボスですね。一応右端の1回死亡保険取っておいた方が良くない？確かに、こういう時って大体低運死んで困るんだよな。なんか知らんけど低運殴られまくって死ぬのはみんな共通らしいな。ショート動画で、低運が殴られやすいのか検証した動画流れてきたことあるんですけど、結果だけ言うとそんなことないらしいですね。ほんとかな。まあ低運は強すぎてみんな忘れがちですけど、星4キャラで耐久低めですからね。2回殴られるとそのまま落ちるってことが多いので、殴られやすく死にやすいイメージがついてるのかも。確かにそれはあるかもしれんな。だったらアスターも言われてそうなもんだけど。マジで俺らの低運も壊滅説あるか？まあ殴られて落ちる話は一旦置いといて、繁殖の運命の力、その一端をお見せしますか。そういえばお前、必殺が溜まってる状態で灰を回してるけど、必殺技って使うと自動で灰を揃えてくれるんじゃなかったっけ？結構 SP の無駄遣いじゃね？静寂マイスターたちの間では常識なんですが、1回積もるごとにダメージが 30% アップするんですよね。それが最大4層累積、つまり4回積もるまではバフが乗り続ける。そのバフは通常攻撃が強化されることはもちろんですが、ダメージアップ部分は必殺技にも乗るので、SP が余っている限りは、灰をできる限り4回まで積もって、その後に必殺技を打った方が火力が出るんですよ。そして私ぐらいの静寂マイスターになると、4回と言わず SP が枯れるまで積もらせてあげます。効率度外視してまで麻雀を積もらせるのか。ってあれ？今死ぬほど積もった後なのに SP が5溜まってんだけど？っていうか減ってなくね？これ繁殖の運命の、一番しょぼいレアリティのサイコロ効果なんですけど、SP 使ったら SP 回復とかいうわけのわからない効果がありまして、やばすぎるだろ。他のキャラで使っても大したことないんですが、こと円月と静寂に限って言うととんでもない性能でして、ご覧の通り、ステージ1のボスもゴリゴリ削れております。SP 消費が弱点なのに、SP 消費をしないなんて。しかもこれ、繁殖の運命の反響をまだ解放してませんからね。次のボスには繁殖の運命の反響も使えるでしょうし、さらに強烈な動きをご覧に入れましょう。そうか、これまだ運命の反響すら取ってないのか。ほぼノーバフみたいなもんじゃないか。多少道中で他の運命の祝福を取っているので、ノーバフは言い過ぎかもですが、それでもやはり、ボスに量子弱点がないにもかかわらず、この速度で削れるのは静寂の火力が優秀ですね。ちなみに他にも宇宙の郊外と相性のいいキャラっているのか？相変わらずゼーレとかも相性いいですよね。基本的には限定ピックアップの星5アタッカーを軸に、孫悟と北条で耐久しつつ倒すというのがセオリーみたいです。今回孫悟入ってないけど、何か理由があるのか？例えば特別耐久する方法があるとか。宇宙の郊外には、各運命の反響につき対応した2種類の運命の工作というものがあって、例えば繁殖の運命には、壊滅と孫悟の運命のバフをそれぞれ3つ取ると、運命の反響が強化されるっていう要素があります。運命の工作を発動させるために、壊滅と孫悟の祝福を取っていく予定なので、意外と耐えれるんじゃない？という予想、確信があってやってるわけじゃないのか。なんといっても難易度5のクリアに向けて初挑戦ですからね。そういえばこのイベントは一体何なんでしょうかね。選択肢によって奇跡が進んだり進まなかったりするんですけど、あのイベントで選ぶ運命の選択肢、各運命ごとに20回選ぶと隠し行人の奇跡が進むらしい。らしいというのはまだどの隠しも進んでないから、確信がないんだよな。宇宙の郊外はいろいろ表現が曖昧なものが多くて、仕様の解明に時間がかかりそうですね。さて、ここで繁殖の運命において重要な越見サイコロの一つ、ヒステリックエゴを覚えておいてください。これは既存のスボームマスの周囲すべてを、スボームマスに変更するという越見サイコロです。なるほどな。こうしてスボームマスを増やして、効率的に繁殖の運命の祝福を集めていくのか。それもそうなんですが、次のマスでさらにもう一つ越見サイコロの効果を見せるんですが、その効果がとんでもないんですよね。むしろ今のはそれのための準備と言いましょうか。スボームイベントマスだけど、ここでのイベントが何か関係あるのか？このイベント自体は別に関係ないんですが、越見サイコロの効果はスボームマス全体が関係ありますね。それでは越見サイコロを回していきましょう。今回目指すのは、
レア度最高の越見サイコロです。狙って出るもんなのか？出なかったらチート使って出すので大丈夫。ってことで出ました。文章が遊戯王のテキストかってぐらい長いんだけど。簡単に説明すると、この越見サイコロの効果は、ボスマスまでスキップして移動できるんですよ。その効果もすごいけど、なんかいっぱい祝福が手に入ってない？スキップした時点で盤面に存在する、スボームマスの数だけ繁殖の運命の祝福を手に入れることができます。何それすごすぎない？第2ステージは結構盤面広くて時間かかるイメージなのに。ここでさっきのステージの越見サイコロの効果で増やした、スボームマスが生きてくるってわけなんですよね。特に第2ステージはさっき言った通り盤面が広いので、このスキップ効果の効果量がめちゃくちゃ高い。ご覧の通り、ほぼ全ての繁殖の運命の祝福が揃いました。繁殖の祝福はスボームマスでしか手に入らないし、揃いにくい運命なのかなって思ってたけど、繁殖の運命さえ選択していれば、とんでもなく簡単に手に入るんだな。さて、さっき中ボスと戦ったばっかりですけど、早速次の中ボス部屋に来ました。ていうか、カフカって今までのラスボス枠だったのに。宇宙の郊外ではまさかの中ボス降格です。またしても容姿弱点がないんですが、目いっぱい麻雀を楽しませてあげましょう。今回はさっきの中ボスから立ったのにマスだが、さっきの越見サイコロの効果で繁殖の運命の祝福がほぼ全力状態。やめろ。低運ばっかり殴るのはマジでやめろ。絶対中に壊滅の人入ってるだろ。これら説のヒールが間に入ってなかったら、低運余裕の出落ちだったぞ。ブローニャお前まで何してんってやばすぎだろ。序盤に壊滅の祝福で一回死亡無効拾っててよかったな。低運ボコボコにも程があって笑えないんだけど、むしろここまで殴られたら笑うしかないだろ。1ターン目の貴重な SP をなぜヒールに回さねばならぬのか。静寂には、思う存分積もらせてあげたか。お前こういう時の麻雀うまいよな。絶叫に強いタイプの雀士。さて、まずは挨拶のリンシャン解放。そしてもう一個かん。麻雀の悪魔が見えます。まさかの一発ツモで追加攻撃まで引いているとは、護衛を吹き飛ばしたところで運命の反響発動。SP を2回復しつつ、味方を再行動させます。親番で連チャンです。なぜか消費したのに増える SP。これが宇宙麻雀の恐怖。低運さんも命の限りバフを投げてるな。さて、覚悟しろよカフカ。これはクリリンの分。そこからの遵守の祝福の効果で追加ターン獲得。もう一個かん。トン2曲3本場。だがここで渾身の SP 枯渇。だが宇宙麻雀は止まらない。こんなところで止まっていては、先先輩に笑われてしまう。ちなみにここで豆知識なんですけど、静寂の声優さんは、ガチのプロ雀士の方らしいです。もともと声優の方なんですが、先のアニメで声優を担当して麻雀に興味を持ったらしく、そのまま勉強し続けてプロ入り。なんと成績は M リーグでトップクラスであり、2022年、2023年レギュラーシーズン MVP まで獲得してるガチの中のガチ。なんか静寂が急に強く見えてきたんだけど、静寂にこの声優さんをキャスティングした、ホヨバースの本気さがすごい。なお作中の静寂といえば、仕事から逃げて麻雀を打つことに命を懸けるキャラとして有名ですが、この作中の庭園美力とは、実は静寂が広めた遊びらしく、先週の中で一大娯楽となっている、庭園美力の始祖たる存在。実はその手の道では大物というのも声優さんと合致している。ただのサボり魔じゃないのか。仕事をサボることをサボらないが心情で、サボりすぎた結果これ以上降格できない位置まで降格されてるらしく、次は静寂が親に安定職だと勧められてしぶしぶなった牧者という地位から、ただの門番にされることがほぼほぼ内定しているらしいですよ。こいつ門の前でも麻雀打ってそうだよな。っていうかしょうもない情報語ってる裏で、とんでもないダメージ出てないか？強化通常37万ダメージに、追加攻撃で26万ダメージ見えたけど、さらに運命の反響で連チャンも入れてね。本当に繁殖の運命はとんでもない性能ですよ。必殺も33万ダメージ超えてるのか。本当に驚愕すべきは、このダメージを連打しても耐え続けているボスの耐久力です。そして全体ランダム攻撃の9割をもらい続けている低運。もはや羅刹が低運の専属介護士になりつつある。だが低運もただ黙ってやられてはいませんよ。怒りと復讐の通常攻撃、それも2連打。低運って通常攻撃の威力結構出るよな。あやっべ、カフカブチ切れてる。とんでもない瞬殺ですさ。いやこれ本当に孫悟入れてないとヤバすぎる。低運以外もワンチャンぶっ飛ばされてたレベルですよ。ちょっと低運がやられて火力ダウンにより、多少戦闘が沼ったのでカットしちゃいましょう。生存補助3人入れる推奨の難易度、やはり敵の火力がとんでもない。ラスボスはこれよりさらに強いわけですから、さらに火力に磨きをかけるしかないですね。そこで生存補助に走らないのがお前らしいけど、普通に祝福ガチャ裏目出ちゃった。ちなみに繁殖の運命以外で、強い運命ってあるのか？特におすすめなのは北条ですね。運命自体が生存補助に繋がっているのと、スゴロクのマス移動が大量にできるので祝福が大量に手に入りやすく、結果的に運命の反響で火力補助ができなくても、十分火力が出るだけのバフが集まりやすいです。時点でカフカを持っているなら虚無、陣を中心に戦うなら壊滅でしょうか？いずれにせよ、繁殖
を超えることはなさそうですが、どれも工夫をすればクリアできる調整なのはすごいですね。正直難易度4や5は、初見だと絶望的な強さなので、重課金じゃないと一見クリアできないようにも見えます。ですが羅刹を持ってない人にも次のガチャで不減が来ますし、しっかりパッシブをアンロックした後であればナターシャでもいけると思います。自分の持っているキャラと相談して、どの運命をチョイスするかという遊び方が、この模擬宇宙の郊外の楽しみ方の真髄でしょうね。まあとはいえ、クリアしたいだけって人には辛いのも事実。どうせすぐコンテンツ不足にあえぐことになるんだから、ゆっくり攻略していけばいいんですけどね。各有私も動画投稿者の中ではクリアはかなりスローペースで、巷ではもう模範解答系の動画が出回りまくってるでしょうし、今後はこの宇宙の郊外で、どんな悪さができるか研究の毎日ですね。必殺技115万、強化通常75万は十分悪さしてるよ。ダメージチャレンジ通って威力出てんじゃねえか。静寂本当にお前できる子だったんだなって。さて、この後はチートを利用して再び越見サイコロでボスまでジャンプします。もうあと取れる祝福が2つしかありませんが、越見サイコロジャンプで余った分は他の運命の祝福がもらえるそうな。そして難易度5のラスボス、なんと驚異のレベル95、プレイヤーキャラは最大でレベル80までしか育てられないのに、今回は越見サイコロジャンプでショートカットしまくったから、ボスの強化はされていないが、これ完全強化されたボスの HP は2000万にも達するそうな。どうやって倒すねん。いや、7日ヘルタのかき氷構成ならいけるのか？問題は敵のレベルが高すぎて、一体どれほど高価命中ボーナスをゲットすれば、安定して凍結できるのかが不明な点だな。相手の速度も速いから、凍結前に動いて全滅しそう。それ以前にボスにまでたどり着けるのかという話もある。問題は山積みですね。ですがまずは、私の初クリアのためにも、この虫野郎にはここで倒されてもらいましょう。損後なしの羅刹のみなので、相手に動かれる前に倒さねばなりません。まずは手始めに強化通常一発目だな。いいえ、その前にリンシャン解放を一発ぶち込みますよ。約80万ダメージ、まずまずの滑り出し、強化通常攻撃、73万ダメージ、追加攻撃で20万ダメージ追加。大体ボスの体力はゲージ1本750万ぐらいか。これまでの模擬宇宙とは一体何だったんだってレベルのようだ。まあダメージが大きい方が気持ちがいいからな。動画的にもインパクトが大きくなりますからね。そして繁殖の運命の反響で連チャン突入。ギリギリ必殺技が溜まっていないので、そのまま投げます。ボス単体でも76万ダメージか。さらに低運のバフで攻撃力をアップ。攻撃のペースを加速させていきましょう。ちょっと SP を回復がてらターンも回しておかないとな。一見敵の攻撃力は大したことないように見えますが、実は攻撃一つ一つに強烈な持続ダメージがついていて、これを解除しないととんでもないダメージがスタックしていくことになります。次のガチャで実装される星4ヒーラーのリンクスが、必殺技で味方全体の状態異常を回復できるんだっけか。つまりこのギミックはリンクス接待ってわけですね。リンクス接待をなぜか効果的に受けているのが羅刹兄貴。羅刹兄貴マジでチート性能だな。こいつは本当にゲームの難易度を変えすぎてる。まだ半年も経ってないのにどうすんだよこれ。爆速でボスの HP を削ってるとはいえ、ヒール一回もせずにパーティーを支えてるもんな。ここで気象ボスくん、狙いを低運に定める。このまま雑魚の攻撃も低運に飛んできたらまずいので、割り込み必殺技で体力の調整を図ります。本当は羅刹の必殺技は、羅刹の結界が切れるまで温存したいのですが、温存したせいで低運が死んでしまっては元も子もない。ならば低運が落とされる前に、運命の反響も使って一気に攻勢に出る。今日の麻雀運はなかなか良い様子。初クリアかかってますからね。張り切ってますね。170万ダメージは張り切りすぎですけど、遵守の祝福の効果で連チャンです。もう一度どうぞ。SP 回復がてら運命の反響も挟んで、さらにもう1ターン予約。これで SP も満タンなので、強化通常当てて次は必殺技も入れ6回振って外しただと。突然のスランプ。なおに強化の通常攻撃が84万、追加が56万。もうむちゃくちゃだよこれ。ちょっと予定は狂いましたが必殺技発動。やはりスモバフが乗っていないと、必殺技のダメージも控えめにはなりますね。34万ダメージって、これまでの動画の最高クラスなんだが。なんで私が静寂の動画を今日まで作らなかったと思ってるんですか？機会がなかったからとかじゃないの？マジで強すぎて静寂使う人増えたら悔しいから。厄介ファンかよ。私はリリース初日から使ってたんだからな。ミーハーじゃないんだからね。誰もそんなこと気にしてないから。ここからボスの連続攻撃になるので、羅刹で結界を張って耐の姿勢を取ります。残り HP もあと4分の1ぐらいだけど、最終フェーズがとにかくやばいんだよな。かといって手を抜くと普通に耐えきれずに事故るので、全力でこの第2フェーズも駆け抜けます。孫悟がいない以上、時間をかければかけるほどやばい。持続ダメージが1スタック500ダメージ。これが4とか5スタック溜まるんだよな。ターンが回ってくるだけで HP が半分消える恐怖体験。ここは通常攻撃を回して、SP を回収しつつ、この強化通常攻撃をぶち当てて、必殺技も貯めておきましょう。相手のフェーズチェンジに合わせて、運命の反響も仕込んでおきました。これで分裂前の相手の HP を一気に削りに行きます。必
必殺技は溜まりきらなかったか。バフで追加攻撃も引けたので上々。まずは強化通常攻撃と追加攻撃。すかさず運命の反響を仕込んで連チャン確定。灰をすべて吐き切っているので、思う存分積もってバフを乗せます。あまり早く積もりすぎてもバフが乗らないんだよな。理想はやっぱり3から4つもですかね。はい、お上手。ではバフが乗ってる間に必殺技を一つまみ。せっかく必殺技で灰が揃うのに、なんかすごくもったいない気がするんだよな。灰が揃うということは、つもバフが乗せれないということなので、短期決戦としては必ずしもいいことじゃないんですよね。ここで最終フェーズのボスの初期行動、ボス自体の分裂が発動するがすでに HP は 50%。噂によると分裂時点の HP 残量を参照するってことらしいんですけど、見た目上は分裂後のボスは HP バーマックスなんですよね。削れ方を見てる限りは、分裂したやつは HP はマックスって思った方が良さそう。ならこの分裂前に無理やり削るってのは握手かもしれませんね。倒しきれるならめちゃくちゃ有効なんだろうけど、静寂はあくまでも範囲攻撃キャラだからな。だったら分裂後に殴った方が、削りの効率ははるかに上がるだろう。ここからが本番、分裂したボスからさらに雑魚が分裂。削りのスピードが遅いと地獄のようなラッシュ攻撃で、継続ダメージがスタックしていき瞬く間に死にます。そうならないためにもとにかく雑魚もボスも早く処理しないとやばい。一方でボス本体は残り24%まで削れているので、今回はなんとかなりそうですね。さあ、強化通常攻撃をお見舞いしてやるのこいつ5回振って積もらなかったんだけど、ここ一番に弱いじゃんし。だがそれもいい。必殺技で強制拷問パイ。必殺技の灰を揃える効果が生きてて嬉しい。やったぜ245万ダメージ。そして無理やり揃えたリンシャン解放が吠える。最初に削ってたボス本体は残り 1%。分裂ボスに攻撃したら、その拡散ダメージで倒せますね。分裂後のボスはまだ75%ぐらい残ってるな。あれけど思ったよりも削りのスピード速くない？ボス本体の死亡時爆発ダメージが80万以上入ってるな。雑魚もそれぞれ26万ダメージ。これはこの強化通常攻撃で倒せちゃうか？ SP を全て使い切ってギリギリ積も。まだ運命の反響も余ってるんだよな。運命の反響でバフを乗せて、いざ最後の強化通常攻撃。すげえ。難易度5カルガルクリアしてしまった。こんな感じで繁殖の運命さえ解放すれば、星4キャラでも軽々クリアできる宇宙の郊外。とにかくやり込んでパッシブの解放と、運命への理解が重要なコンテンツです。重課金は不要で、すべてクリアすれば石が4500個ももらえるやり込みコンテンツ。ぜひ次のバージョンアップまでぐらいを目標に、のんびりクリアを目指してみてはいかがでしょうか？報酬も別に期間限定じゃないからゆっくりでいいんだよな。といったところで今回の動画はここまで。この後は静寂のビルドの紹介となります。ご視聴、ありがとうございました。宇宙一可愛い静寂のビルド紹介。このキャラは通常攻撃も、強化通常攻撃も、そして必殺技すらも全て単発攻撃。そのため、とにかく会心がどれぐらい発動するかが重要となります。軽減のモチーフがある人は、それで会心率を稼げますが、私は愛ゆえに、シーズンパス公演水の静寂モチーフを使っています。ちなみに全てのシーズンこれを交換しているので、現在4凸となっています。動画投稿者の多くは低運モチーフを交換してるのに、静寂は必殺技に必要な EP が全キャラの中で一番多く、そのためこの公園水との相性が最も良いキャラの一つです。奇跡破月同様、通常攻撃を中心に戦うので、通常攻撃を必ず育てておいてください。異物は星のごとく輝く天才4セット、そして可能ならば星々の競技場2セットです。ただし軽減のモチーフなしで会心率70%オーバーは非常に難しいので、これを満たせないのであれば宇宙ステーションヘルタ2セットもおすすめ。各異物はこんな感じ。初期からやってる人は、ゼーレの異物の厳選が進んでいるでしょうし、似たような異物を持ってる人も多いんじゃないでしょうか。紐に関しては、EP 回復でもいいんですが、正直静寂はツモの結果次第で EP 量がブレるので、雑に攻撃縄持たせておけばいい気がしてます。星々の競技場のセット効果が発動できないとしても、とにかく単発攻撃キャラは会心が発生するかしないかに、ダメージがとても左右される傾向があるので、できる限り会心率を高くする必要があります。原神をプレイしている方は、率ダメを1対2に調整する人が多いですが、静寂に関して言えば、ダメージが多少低くなっても会心率を盛るべきです。静寂は攻撃機会の少ないキャラなので、とにかくその一撃一撃を大切にするビルドにしましょう。といったところで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よいしょっと。ありゃりゃ。これは一人で麻雀するために編み出した遊びらしい。